坂本龍馬、驚きの新説。本当に英雄だったの？皆さんこんにちは。日本偉人賞です。今回はみんなが大好きな幕末のヒーロー坂本龍馬さんのお話です。薩長同盟を結んで幕末の日本をまとめ維新を成し遂げた英雄、そんなイメージありますよね。しかし最近の研究では龍馬そこまでじゃなかった説なんていうのがあるみたいですよ。気になりますよね。坂本龍馬の生い立ち。坂本龍馬は1836年土佐、現在の高知県に生まれました。坂本家は孔子といって武士ではあるのですが、身分はちょっと低めの家柄でした。下級武士って聞くとちょっと意外ですよね。でもお父さんが商売で成功していて、実は龍馬かなり裕福な少年時代を過ごしていたみたいです。小さい頃は泣き虫で剣術も苦手だったとか。でも10代後半で剣術修行のために江戸に行くと、北辰一刀流の門下生となり実力をつけていきます。でも免許皆伝まではいかなかったそうです。あれ、剣の達人ってイメージは。薩長同盟と戦中八策。龍馬の最大の功績といえば薩摩藩と長州藩の和解ですよね。幕府に抗っていた長州藩は当初幕府側だった薩摩藩に対してずっと敵対心を持っていたんです。そんな両藩に手を組んで幕府を倒そうと説得したとされています。でも実は最近薩摩と長州を本当に和解させたのは両藩の当事者たちだけだったという説もあるんです。もしかして龍馬さん手柄を持ってかれちゃった？でもそこに何らかの形で龍馬が関わっていたのは間違いはないそうです。さらに龍馬は戦中八策をまとめたとも言われています。これは維新政府の基本方針を定めたものですね。でもこれも龍馬の記した綱領はあるものの、実際に戦中八策とされる書物は残っていないみたいです。このエピソード自体は後世の創作だったのではと言われています。なんだか怪しい香りがしてきましたね。交渉の達人？お酒が鍵だった。でも龍馬の交渉術は本当にすごかったみたいです。薩長同盟の交渉の場でもお酒を飲みながら話していたとか。お酒の力を借りるあたり、龍馬さん意外と現代的ですよね。それから龍馬は亀山社中という貿易組織を作って武器や物資を調達していたんです。今で言うと総合商社みたいなものですね。暗殺された龍馬。でもそんな龍馬ですが、1867年31歳の若さで京都の大宮で暗殺されてしまいます。犯人は未だに謎。新政府側の人間だったという説もありますが、幕府側だった可能性も否定できません。維新の英雄だったかどうかはさておき、時代を動かした人物であったことは間違いないと思います。坂本龍馬は本当に維新の英雄だったのか、それともちょっと持ち上げられすぎていたのか。しかし激動の日本で数多くの維新志士と共に国の未来を憂いていた一人であったのは確かです。龍馬の生き様は当時の英傑たちだけでなく現代を生きる多くの人々に希望と影響を与えています。次回もまた偉人の裏話をお届けします。よかったらいいねとチャンネル登録お願いしますね。ではまた。